それではエリアマネージャーの指名という講座を進めてまいりたいと思います。私はグローイングアカデミーの有本と申します。よろしくお願いします。この講座の目的は、エリアマネージャーに求められる役割と責任を理解する。そして目指す姿は、使命を理解し、店舗と全社の課題解決ができるエリアマネージャーになるということでございます。ぜひこの2点を意識して講座を聞いていただければと思います。よろしくお願いします。私の自己紹介は配布資料に入れておきましたので読んでおいていただければと思いますが、今日はエリアマネージャーのお話ということで、自分自身のエリアマネージャーの経験をお話します。日本マクドナルドという会社でエリアマネージャーを約5年間経験しています。8年間の店長経験の後、昇進をするという形でエリアマネージャーになりました。エリアマネージャーの実際の経験というのと、エリアマネージャーの上司という仕事も長年経験しています。それから後に私はユニクロに転職するんですけども、ユニクロではスーパーバイザーのマニュアルを作るという仕事に関わらせていただきました。そんな経験をもとに今日の講座のお話を進めてまいりたいと思います。最初に自分のエリアマネージャーの時のお話を少しさせていただきます。自分は店長を実際に8年間経験するということで、長かったんですが、やはり店長のキャリアも長くなってくると、スーパーバイザーになりたいな、マクドナルドではスーパーバイザーというふうに呼んでましたけども、なりたいなというふうに思ってました。で、実際になることができて、最初は非常に嬉しかったですよね。やっぱりエリアマネージャーという仕事を誰でもなれるわけではない。やはり選ばれた人がなっていく仕事ということで言えば、やはり自分が昇進したことに対してものすごく嬉しかったです。頑張っていこうなんて思ってたんですけども、最初実際にやってみるともう全然うまくいかなかったですね。で、何がうまくいかなかったかっていうと、大きく分けると2つです。一つは、自分には最初6人の店長の方が自分の部下としてつくわけですが、その店長の方たちとのコミュニケーションがうまくいかなかったというのが一つ。そしてもう一つは、スーパーバイザー、エリアマネージャーになって業務がたくさんあるんですが、うまくその時間管理、言い換えるとタイムマネジメントっていうことになるんですが、それがまた全然うまくいかなかった。大きく分けるとこの2つ。ですから最初の2年間ぐらいは本当にもう四苦八苦してるという状態でしたね。で、特にコミュニケーションの問題。これは非常に大きな課題だったと思います。もう少しお話ししますと、実際に自分の部下になる店長の方たちにはいろんなキャリアの方がいらっしゃるわけですね。で、中には自分よりキャリアの長い方、入社のキャリアですね。入社してからのキャリアの長い方、あるいは自分より年齢の上の方、こういう方たちがいらっしゃいます。そういう人たちとのコミュニケーションがうまくいかなかったというのがあります。私は店長時代、ある20店舗、30店舗、この地域の中で店長をやっていたんですけども、エリアマネージャーになると、それまで同僚だった店長の方の上司にいきなりなるわけですね。で、その中には、今までは先輩の店長だった人たちがいます。どうしてもそういう人たちとこのコミュニケーションがうまくいかない。つまり遠慮してしまうっていうのがあったんですよね。そこが一番の大きな課題だったと思います。タイムマネジメントの問題とともに、後にこれの課題を解決することができるんですが、後ほどまたこの辺のお話をさせていただきたいと思います。はい。最初のパワーポイントはこちらになります。ある意味、今日の結論とも言うべきパワーポイントを最初にお出しします。こちら配布資料に移していただきたいんですが、一つ目、店舗の課題解決。そしてもう一つが
前者の課題解決となります。この2つ、まず頭に入れていただければと思います。エリアマネージャーの課題は2つ。店舗の課題解決と前者の課題解決。店舗の課題解決っていうのは、ある意味当たり前ですよね。何のために現場に行くんですか。これは皆さんが担当している店舗を良くするためです。店舗にはいろいろな課題があります。店舗によって違います。でもその課題を解決して店舗運営の状態を良くしていくこと。ある意味これは当たり前だと思うんですね。でももう一つ、前者の課題解決、こちらを意識しているエリアマネージャーの方は意外と少ないというのが事実です。ぜひこの2つ、今後エリアマネージャーをされていくときに頭に入れて活動をしていただければと思います。じゃあもう少し補足をしたいと思います。店舗の課題解決、こちらを進めていく上で注意をしていただきたいことがあります。それはあくまでも主役が店長であるべきということなんですね。エリアマネージャーになった方は皆さん優秀な店長だったと思います。その中から選ばれてエリアマネージャーになっているということを前提で考えますと、皆さんは店舗の課題解決、自分でやってしまえば簡単にできるということが多いんじゃないでしょうか。でも実際にこんな経験があります。店舗に行って何か問題がある。その場で解決していく。自分でやる分には問題ないんですけども、1週間後、2週間後に店舗に行ってみると、また元に戻っている。あるいは前より悪くなっている。なんてことがありました。それはなぜかと言いますと、店長が関わっていないからです。やはり店長自身が変わっていって、そして店舗の課題解決をしてくれないと、基本的には店舗の課題解決っていうのはできません。やはりそのお店のボスである店長、この店長を見て皆さん店舗のスタッフは働いていますから、店長が主役となって店舗の課題解決に取り組む、そのサポートをエリアマネージャーがしていくという形でやっていくと、この店舗の課題解決というのはうまくいくこと、そして根本的な解決ができることが多いと思います。一方、前者の課題解決、ここまでお話をすれば勘のいい方は分かると思いますが、実はこれ主役はエリアマネージャーです。チェーン店というのは拡大をしていく上でいろいろな問題が起きてきます。その課題が成長を妨げる。そしてその課題というのはほとんどの問題点、課題点が現場で起きていきます。じゃあその現場で起きた、つまり店舗で起きた課題を誰が会社に提案してそれを改善していくか。これはエリアマネージャーの重要な役割です。店舗で起こった問題、それが前者の問題なのか、それとも個店の問題なのか、これを判断する力が必要になります。私の場合は簡単な見分け方がありました。何人かの店長がいらっしゃいます。優秀な店長がいる。その人ができないような問題、例えば新商品のオペレーション、優秀な店長でもなかなか店舗でうまくいかない。その場合はそもそもそのやり方自体に問題がある。一方、まだ経験の浅い、それほど能力の高くない店長ができない。それはその店長個人の問題、あるいはその店舗の問題ということになります。そういう区別をして、もし優秀な店長も対応できないような
問題、制度、課題、これは会社に対して変更、改善の提案をしていくというふうに考えていました。優秀なエリアマネージャーは全社の成長のためにいろいろな提案をしていきます。会社が大きいから優秀なエリアマネージャーがいるということではなくて、優秀なエリアマネージャーがいる会社が大きくなっていくということですね。ぜひ皆さんも店舗の課題解決のみならず全社の課題解決ができるエリアマネージャーになっていただければなというふうに思います。